皆さんこんにちは。釣りって学べるです。今回はパラシュートを紹介いたします。パラシュートの最大の特徴でもあるウィングとハックルをきれいに巻く方法を重点的に説明していきます。まずはスレッドを固定してファンデーションをしていきます。ウィングはアイからシャンクの3分の1のところに固定していきます。ウィング材を巻き留めていきます。ウィング材の位置を決めていきます。位置が決まったらたすき掛けをして固定します。後からウィングがずれないようにするために、ここでしっかり固定しておきましょう。ウィングを開いて中央部のところもしっかり固定していきます。指でまとめてつかみ、持ち上げながらウィングの後ろと前と回しながら固定していきます。ここでもたすき掛けをしてしっかり固定していきましょう。ハックルを巻くウィング部分を作っていきます。ウィングの根元部分からスレッドを詰めて巻いていきます。ウィングを指で引っ張り、スレッドにテンションをかけながら巻いていきましょう。スレッドの間隔を空けず、詰めて巻いていくことが重要になります。ここでデコボコにならず、きれいに巻くことがウィングの仕上がりにつながっていきますので、時間をかけて慎重に巻いていきましょう。上まで巻き終わったら2回転ぐらいで一気に下がりましょう。細かく巻きすぎるとデコボコになりやすいです。ウィング材をカットしていきます。ウィングの長さはシャンクと同じぐらいがバランスがいいです。ここまで紹介した方法でウィングは十分できていますが、瞬間接着剤をつけることでさらに硬くなり、ウィングが取り付けやすくなります。スレッドをシャンクの後ろの部分まで巻いていきます。テール材を取り付けていきます。テールの長さはシャンクとほぼ同じ長さになります。長さが決まったら手を持ち替えて取り付けていきます。シャンクに2巻き程度取り付けて長さを調整していきます。短すぎる場合はテールの先端を引いていきます。逆に長ければ相側の方を引いていきます。ただしゆっくり引くようにしておいてください。位置が決まったら1回程度軽く巻いて固定します。これからテールを開いていきます。テールを広げてスレッドが通る間隔を空けていきます。見えやすいように角度をつけておきます。テール材の奥側の方の下側にスレッドを通していきます。そして手前側のテール材の下側をたすき掛けにしていきます。ここでのスレッドの力はテールの開き具合を確認しながら左右均等になるような力で締め付けておいてください。両方のテール材をつかみ、その下側を通していきます。このようにすることでテールの間隔が広がり、しかも若干テールが上に立つようになってきます。テールが巻き終わったらテール材の余った部分をボディと一緒に巻いていきます。一緒に巻いていくことでボディにボリュームをつけていきます。ウィングのところで巻き留めていきますので、この辺りでカットしていきます。カットした部分が段差にならないようにしっかりスレッドで巻いておきましょう。ダビング材を巻いていくためにシャンクの後ろ側まで戻していきます。ダビング材を巻いていきます。まずはテールの後ろ側にダビング材を3回ほど巻いていきます。ダビング材を巻くことでテールをさらにしっかりと立たせることができます。テールの後ろ側のダビングが終わったら前側を巻いていきます。ダビング材をきれいに巻く方法はエルクヘアカディスのタイイング動画で紹介しております。
ダビングだけでなく、この後行うハックルの下処理方法やタイイングで使う道具などの紹介もしております。よろしかったらお時間がある時に見ていただけたらと思います。ダビングは一度ウイングの手前側でストップさせます。ここでハックルを取り付けていきます。ハックルの長さはシャンクの3分の2がバランスよく仕上がります。ハックルの表を上に向けてセットしていきます。この時、ハックルのファイバーが残っている方のストークを長めに残しておきます。そのままストークをアイの手前まで巻いていきます。余ったストークをカットします。段差にならないようにスレッドでしっかり巻いておきましょう。ヘッド部のところにダビング剤を巻いていきます。ウイングの方向に向かって巻いていきます。スレッドでハックルを巻くために奥から手前の方に向かってスレッドをかけておきます。ハックルをきれいに巻く方法として上から下に向けて巻きつけていきます。そのために長めに取っておいたストークをウイングと一緒に巻き上げていきます。上まで巻き上がったらスレッドを下の方に回してハックルを固定する準備をしておきます。ハックルが重ならないように下に向かって巻いていきます。この時のハックルの向きは光沢がある表面を上側にして巻いていきます。ハックルのファイバーを巻き込まないように指でサポートしながら巻いていきましょう。このハックルがきれいに巻けることがパラシュートパターンの仕上がりに大きく関わってきますので、ゆっくり慎重に時間をかけながら巻いていきましょう。ハックルファイバーはほとんど水平を保ちながらきれいに巻き上がっていきます。途中でハックルファイバーが少し乱れても最後にハサミでカットしていきますので、少しなら気にせず巻き進めていきましょう。パラシュートをきれいに巻く方法の一つとして、ハックルを留めるところをウイングの根元で留める方法があります。まずはハックルをウイングの根元部分でしっかり固定します。ウィップフィニッシャーを使って根元部分に固定していきます。ウィップフィニッシャーは使うまで少し練習が必要ですが、慣れてくると最後の結び目の仕上がりや強度が強くなってきます。最後に余ったスレッドとハックルをカットします。理想の形からはみ出ているハックルのファイバーなどについてはカットしておきましょう。全体的に回しながら形を確認して整えていきます。最後にセメントを結び目のとこにつけたら完成です。いかがだったでしょうか。パラシュートパターンは浮力性に優れて、しかも流れが速いフィールドにおいても釣り人と魚の両方から見えやすい万能なフライになっています。少し難しいパターンですが、ターイングの基本となるのでしっかり練習してみましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。釣りって学べる。